RC 統合みたいなのをうちも作りたいです。絶対無理ですよね。じゃあそれは西尾さんに頼みましょう。今日何やってるんですか？今日ですね、ちょっと例のナックルの改良版をそうですよ、なんかちょやってますよね。作ってもらったんで、変えていこうかなと。今はちょっとナックルは純正ナックルがハマってるんで、これを純正って言ってもこれオプションの方ですけど、これしかなかったっていう手持ちが。反対についてます。はい。フォワードナックル。間違ってます。俺説明書ちょっと読まない方なんで、もしかするとこれ間違ってるのかもしれないです。間違ってますよ、これ取り付け方。今どういう状態なんですか、これ。これは、ナックルは純正のものを反対向きにつけまして、キャスタートレールとか逆になっちゃいます。逆にはなってます。なってます。なったまんま逆につけてるってことですか。そうです。もうそのまま、純正のままつけてるんで。純正を反対に、前後ろ反対につけちゃったんですね。はい。ほんと全部反対につっちゃって。キャスターとかはそのままで。そのままです。もう純正のままで、とりあえず走ってみて。赤ワンとかも変わりますよね。だいぶ変わってると思います。でも、どうかな、最初に比べれば、そんなに、今ちょっとトーアウトにして、若干内切れにはしてるつもりですけど、パラレルの方が近いかもしれないですね、どっちかっていうと。これ、前をどうですか？フィーリング的には。フィーリング的ですか？これもうグリップで走った場合は、やっぱナックルのフロントの方にこうハンドルで重心がかかって、フロントでこう操作する感じなんで、フロントの接地感っていうか安定感はすごい増しますね。押される力を押し返す方はしっかりしてる。はい。ここが長くなってる分、ちょっとガタっていうか、なるほど。はい、しなるんで、この分はちょっと途中でやっぱりバウンドしたりしたときに、スポッてちょっと抜ける感触はあるんですけど、これをちゃんとフロントに乗せた状態だと、そんなに、ここは動くけど、こっち自体は動かないんで、ハブ自体はですね。なんで、すごく安定はしてると思いますと、フロントのに近い方に軸っていうか重心がかかるんで、こう、後ろでこうするよりは、こっちでしとった方が、ハンドルの保持っていうか、左に切ったときに、そうですね、押してそれを突っ張っとる状態だから、ふらつきは少ない。もともとだと、後ろなんで、こっちにこう切ったら、こっち側をこう押してる状態。はい。力がこう入ろうとするのを、Z だ。ほら。今から納車かな。こっちが、ちょっとグリップだと、姿勢作って補正するんで、補正をするときは、こっちにグッとかかってタイヤがこっちに押されてる状態だから、これを戻したりするときは、戻す方向は押される方向ですね。切り足す方は、こっち左側だと、内側は引っ張る感じ。引っ張るけど、引っ張るのに対してタイヤの冷圧もこっち来るんで、切る方向に力が加わる感じになるんですけど、フロントだと、重心は前にかかってタイヤが横にアウトを使う状態だと、フロントは保持しようと思って、
芯にごま塩、何でしたっけ？ごま塩ロケット七面鳥でしたっけ？何でしたっけ？はい、そんな感じですけど。あっという間に。だんだん開かなくなってきたやつ。押す方向にタイヤが力がかかる。切り始めの反応がいいのは前に、はい前を押した、前にあった方がいいのか、後ろにあった方がいい。切り始めは、どっちかっていうと、切り始めとかは、後ろにあった方が反応は良さそうな感じがするんですよね。ちょうどこんな感じになるんですけど、タイヤの路面の抵抗に対してハンドル切るのはこっち方向なんで、こう動くですよね。なんで、切り込んだ時の感触的にはそっちの方が、一発目はありますね。で、切った後、タイヤの抵抗コントロールするときには、タイヤが押されてる状態なので、で、ちょっと自分で戻そうってすると、ちょっと余計に力入れすぎる感じ。ああ、だから戻す方がちょっとプアな感じになるんですね。で、安定しないかもしれない。切り込む方はいいけど。はい。初期のですね。逆だと、切り込むときは、押されてて、引く方向になる。切り込みは、引く方になる。もう引いてるときも足動いてますからね、一緒に。はい。だから、ちょっと待ってくださいね。これは、走ってる時のフィーリングと考えるとまたちょっと難しいですね。走ってる時のフィーリングを今聞いてるんですけど、イメージ的にはそんな感じですよ。はい。なんですけど、実際走ってる時は、フロントのフォワードの場合は、ちょっとアンダーが結構、切り始めは強い感じ。アンダーが強いんですか？切り始めが。はい。切り始めは強いんですけど、その車がもう向きを向いて補正するときっていうか、もう車をガーンと旋回していくときの、グリップ走行で、グリップ走行は、フロントの補正は、安定してるんですよ。なんで、補正は逆にやりやすい。だから初期は、ちょっと、なんでしょうね、反応が曖昧っていうか、曖昧じゃないですけど、多分俺の場合は、アンダー使って行こうってするんで、それが、アンダー出そうとした時にアンダーを出しやすいってことですか？そうですね。だからやっぱさっき言ったのと同じ、さっき言ったのでいいんですよね。間違ってないと思います。切り始めは、だから、後ろだと、これタイヤにこう負荷がかかり始めて、こっちに押されるのを、押して切って足していく方だから、逆に、コントロールしやすい。初期反応、頭の入りはめちゃくちゃいいですね、こっちの方、ノーマルの方が。そうですよね。だから、前だとそこが、初期がちょっと曖昧な分、ちょっと切っていくと、アンダーが先に感じてる、作るっていう感じですね。で、切って、負荷がかかって旋回していってる途中のコントロールは、前にあった方がいいってことですね。ですね。いや、多分そうじゃないかなと思ってたんです。ただまたこれがドリフトになると、ちょっと違うっていうか、フロントタイヤが、今感じてるのは、もうフロントが強すぎて、フロントが引きずれないっていうか。だからそれはトレールが逆についてる状態になってるから、っていうのもあるんじゃないですかね。あとはアッカーマンも買ってるし、ドリフトになるとその辺もちょっと考えないといけなくなりますよね。ちょっと変えていかんとかなっていう。とりあえずそのトレールを、まず作ってもらったんで。すごいですね、これどうやって作ったんですか？ちょっとわかんないです。手で削ったんですか？手削りは結構厳しくないですか？どっちから試した方がいいんだろう？ゼロからですかね。ゼロの方は。キャスタートレールがついてるっていうことですか？ついてる。こっちが、1.65 なんで、
ところ出してください。すごいですね。フロントなんで、だいぶ、1ミリぐらいついてますね。2ミリぐらいついてますね。1.65って書いてある。好きしますそうつけりゃいいってもんじゃないですかね。こっちがゼロ。こっちはそうですね。こっちがゼロです。下の取り付けがここで上がこれだから。めっちゃ軸に対してめっちゃ。欲張るなそうですね。上がここで、はい下がここちょうどゼロで、ちょっとゼロなんですね。で、こっちが前ですね。はい。はい、そうです。フロント、はい、フォワードなんで。うんうん。まずゼロからかなって感じです。反対に置いとく。片方は片方で。なんか右と左が違うんですよ。動きが違うんですよ。分かる人だったら分かるかもしれないですけど、めっちゃプレッシャー。分からない人には分からないかもしれない。一生分からないかもしれない。可能性はあります。このアルミローザーずっとか来ましたか。来ました。ちょっとこれでこのまま若干そうと見てるんですね。これぐらいちょうどいいかな。行きましょう行きましょう。さっきのとキャスタートレールが変わったというだけですよね。はいはいキャスタートレールがゼロ。今ゼロ。ああ。どうですかね。